イタリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて気づけば94週間が経ちました。2025年の夏、今年はすでに2回ニアと海へ遊びに行きましたが、ニアの体には去年のような肌荒れは見られず、少しほっとしています。そうなると原因は海ではなく食事や虫刺されという可能性が濃厚ですね。実際のところ海水は肌にどんな影響を与えるのでしょうか。気になって調べてみたところ、意外にも良い面がいくつかありました。まず塩分による抗菌作用、軽い傷や湿疹などが落ち着くこともあるそうです。次にデトックス効果、海水で古い角質が洗い流されて肌の代謝が促進されるとか、それからかゆみの緩和、塩の成分が一時的にかゆみを和らげてくれることもあるようです。そして海のミネラルたち、マグネシウムやカルシウムなどが肌の健康をサポートしてくれる可能性も。とはいえ注意点もあります。長時間の海水浴は逆に肌を乾燥させてしまうこともあるので、海から上がったら真水でよく洗い流すことが大事です。それに海水を舐めすぎると塩分の取りすぎになることもあるので要注意です。最近の日本の夏は動植物にとって過酷な季節になっていますので、無理のない範囲で夏を楽しんでいこうと思います。ニアの皮膚のアレルギー反応といえば、最近の地球環境もダイナミックな変化が起こりつつあります。2024年8月8日に宮崎県日向灘で発生したマグニチュード 7.1 の地震に伴い、気象庁は南海トラフ地震臨時情報を発表し、日本に緊張が走りました。1年後、2025年7月30日にロシア極東カムチャツカ地方を襲ったマグニチュード 8.7 の巨大地震。続いて2025年8月3日、カムチャツカにあるフラシェニンニコフ山が噴火しました。専門家によると、同火山の噴火はおよそ600年ぶりで、巨大地震に関連した噴火の可能性もあるとのことでした。こうした現象の背景には、もしかすると地球の内側で起きている何らかの変化があるのかもしれません。例えば北磁極は2000年以降、カナダからシベリア方面へ急速に移動しています。年に50キロ以上動くという驚くべきスピードです。さらに自転のスピードにも異変がありました。2020年には1日が最も短くなった記録が28回も更新され、その後は逆に少しずつ遅くなっているそうです。これらの動きは地球の外核、敵対の鉄が渦を巻いている部分で何か大きな流れの変化が起きている可能性を示唆しています。火山活動との関係は短期的には直接つながりがあるとは言いにくいものの、地球深部のダイナミズムが高まっている兆しかもしれません。もしかしたら今私たちは地球が新たな安定期へと向かう過渡期の真っ只中に生きているのかもしれませんね。イタリアングレーハウンドはなぜ愛情深い性格なのだろうか。ふとそんな疑問が頭をよぎったので AI に調査をお願いして結果をまとめてみました。まずイタグレは昔から人と暮らすための存在だったようです。
古代ローマの時代から貴族のそばで可愛がられていた歴史があります。そしてもう一つの理由は、その体、とても細くて寒がりなので、人のぬくもりを求めてひたっとくっついてくる。これがまたはまらなく可愛いので、関わった人をイタグレーソンにさせてしまう魔力があります。性格的にはとても繊細で、信頼した相手には強く寄り添います。言葉にできなくても表情や声のトーンに敏感に反応してくれるので、共に生きていると実感する瞬間が多いです。ちなみにこういった性格の特徴には遺伝も関係しています。例えば臆病さや活発さ、学習の速さなどは親から受け継ぐ傾向があるんです。でも大切なのはそれだけじゃありません。実は性格の7割以上は育った環境で決まると言われていて、どんな風に関わるかでいたぐれの心もどんどん育っていくんですね。つまりいたぐれの優しさは生まれつきと育て方、どちらの力も合わさっているということ。それを思うと日々の関わりがより愛おしく感じられますよね。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。